こんにちは、アリスチャンネルです。今回は人生がときめく脳に効く言葉。著者は中野信子さん。脳科学者としてテレビのワイドスクランブルなどでも活躍しています。脳の違いを知れば相手のことが理解できる。人付き合いが楽になる。もう恋愛で悩まない。早速見ていきましょう。最初から男と女の性格は不一致。昔から変わらず離婚の一番の理由は性格の不一致です。最初は性格的に合うと思って結婚したはずが、いつの間にか性格が合わないとなる。この間、相手の性格が変わってしまったわけではありません。自分が見誤っていただけのことです。見誤ってしまうのは勝手にこうだろうと思い込むからです。明日になって伝えればいいだろう。これなら同意してくれるだろう。こんな勝手な思い込みがことごとく外れてギクシャクしていき、この人と合わないとなるのです。だったら最初から男女の性格は不一致なのだと割り切った方がいいでしょう。そうすれば外れはありません。男も女も夢中になれるのは3、4年がいいところ。やがて飽きる。付き合いが始まった頃には、その人のことを考えるだけで脳からドーパミンが大量に放出されます。待ち合わせ場所で相手を見つけたらドキドキ。手が触れたらドキドキ。だからしょっちゅうときめいていられます。でも3、4年でドーパミンはすっかり出なくなります。脳も疲れてしまうんですね。残念だけど出ないものは仕方がない。長く付き合いを続けたかったらドーパミン頼みではない現実を見据えた恋愛表現をしていくしかありません。相手にこうしてほしいという望みがあるなら、あなたはこういう人と先にレッテルを貼ってしまうといい。駅のトイレなどにいつもきれいに使ってくださりありがとうございますと張り紙されていることがありますね。これから初めて使うんですけどと突っ込みつつも、なるべく期待に応えようと思ってしまいます。あなたはトイレをきれいに使う人ですよねというレッテルを先に貼られ、まんまとそれに乗ってしまうのです。男女の間でもこのテクニックは使えます。まめに連絡してとか、デートのコースはちゃんと考えておいてとか、要求したいことがあったらそのまま伝えるのではなく、先にレッテルを貼ってしまいましょう。あなたはまめに連絡してくれる人だからとっても助かる。あなたっていつも楽しいデートを計画してくれる人よね。そうすると相手は実際にそういう人になっていくのです。直接伝えられない思いは噂話を利用してみる。公爵夫人はスパイというミステリー小説にウィンザー伯爵夫人の次のようなセリフが出てきます。第三者の褒め言葉がどんな時にも一番効果があるのよ。忘れないでね。ここから第三者を介した情報や噂話の方が直接伝えられる情報よりも影響力が大きくなることをウィンザー効果というようになりました。気になる人がいるのだけど、なかなか思いを伝えられないような時は、第三者を利用するのも手です。特に相手が自分にあまりいい印象を持っていなさそうな時などおすすめです。ただし、A さんが B 君のこと好きだってさ、などと言ってもらうのではダメ。B さんって見えないところでとても細かい心配りをされているんですよね。私、実は尊敬しているんです。こんな風に第三者との話題にさりげなく出して褒め、それが伝わるのを待つのです。相手の性格が知りたいなら、好きな音楽について質問してみる。人が音楽を理解するのは
耳に入った情報を脳が処理するからです。その時に使われる脳の部位は実に多岐に及びます。人によって好きな音楽ジャンルが違うのは脳の部位の反応パターンによるものだと考えられます。実はクラシック好きとヘビメタ好きは性格が似ているという調査結果があります。共に落ち着いて外交的ではない傾向にあるそうです。さらにはオペラ好きとヒップホップ好きも似ていて、自尊心が強いとか外交的で優しいなどという報告もされています。相手の性格が知りたいなら音楽について話をしてみるのもいいかもしれません。なお、付き合ってる相手の音楽の趣味が理解できないという声をよく聞きますが、脳の性質によるものなので理解できなくてもいいと割り切りましょう。よく手をつなぐ男女は健康でいられる。皮膚を露出した脳と表現することがあります。アメーバのような単細胞生物は脳包膜が外の世界を感じ取って行動を決定づけています。また、私たち人間でも悲しんでいる人の背中をさすってあげたり、手を握ってあげたりと、皮膚を通して感情を伝え合うことをしています。恋人同士が手をつなぐのは、皮膚が触れ合うことで愛情が伝わるからです。こうしたスキンシップによって分泌されるオキシトシンという脳内物質は、精神を安定させ、幸福感を与えてくれます。さらに、ナチュラルキラー細胞を活性化させて、免疫力を高めてくれます。このことから、よく手をつなぐ男女は、心身ともに健康でいられると言えるでしょう。嫉妬心は生命力の証。嫉妬心のような不快な感情と戦い、それを克服してきた個体ほど強い生命力を持っています。嫉妬を感じるのは、それだけ生きる力があるということなんです。だから、嫉妬の感情が湧いたら、さらに自分を強くするチャンスだと思ってください。もちろん、その嫉妬心をもろに周囲にぶつけろという意味ではありません。そういう感情を抱いている自分を認めてあげればいいのです。認めないから自己矛盾に陥って苦しむのであって、認めてしまえばただそれだけのこと。すでに克服したも同然です。相手の長所と短所をどう指摘するかで、二人の行方は全く変わってくる。私の知人女性が付き合って間もない恋人の決定について悩んでいました。とても優しい男性だけど、時間にルーズだというのです。デートのたびに待たされるし、今後自分の両親に紹介するかもしれないことなどを考えると気が重くなるとのことでした。好きな相手の欠点を何とかしたい。よくある話ですよね。でも直球で指摘してはいけません。人にはみんな長所と短所の両面があります。もし短所だけを指摘されたら、誰だってムッとするはずです。向こうにも欠点はあるのに、それを差し置いてこっちのことばかり言われたら叶わないと、関係を見直す方向に行ってしまうかもしれません。だから直してほしい短所について指摘するときは、長所とセットで、しかもかなりトーンダウンして伝える方がいいのです。あなたはとても優しいから、時間にルーズなところはまあいいかっていつも許しちゃうのよね。このくらいで十分。言い足りないと感じるくらいでやめておきましょう。男にとって誠意とは正直。でも女にとってはちゃんと話を聞いてもらえること。大切な人のプレゼントをデパートから送ったら違うものが届いていた。買ったばかりの新品のパソコンが
すぐに故障してしまった。こんな時、私たちはクレームをつけることになります。その時に男性が重視するのが、どうしてこんなことになったのかを正直に話してもらうことです。ミスの理由を説明し、謝罪してくれることで、男性は許す傾向にあります。一方で、女性は自分の話をきちんと聞いてくれないと怒りが倍増します。そのプレゼントがどれほど大事だったか、パソコンの故障でどれほど困惑したか、そういうことを時間をかけて聞いてくれることが必要で、原因と対処についていきなり話をされると、誠意がないと感じてしまいます。どちらがいいとか悪いの問題ではなく、脳が違うということなのです。浮気しがちなタイプかどうかは、すでに遺伝子レベルで決められている。猿やオットセイのオスは自分の子孫を多く残すためにたくさんのメスと交尾をしようとします。実際にボスになれる強いオスはそれができます。実は人間の男性にもそういう本能があります。あるけど抑えて生きている人もいるわけです。ある調査によれば男性は一人のパートナーで落ち着けるタイプと複数のパートナーを求めるタイプにほぼ6対4の割合で分かれるという結果が出ています。つまり男性の半分近くは浮気しがちなタイプだということです。どちらのタイプであるかは遺伝子レベルで決まっており、変えることはできません。男が細かいことを言わずに応用に振る舞うのは人格が優れているからではなく、細かいことを思い出せないだけ。人間の記憶には短期、中期、長期記憶があります。長期記憶は陳述記憶と非陳述記憶に分かれます。非陳述記憶とは言語化できない記憶で、代表的な例としては、一度自転車に乗れるようになればずっと乗れるというようなことが挙げられます。陳述記憶は言語化できるもので、あの時こう言ったよねという類の記憶もここに入ります。女性の脳は男性の脳よりも言語コミュニケーションに強い傾向があり、陳述記憶能力に優れています。だから覚えていることを口にしただけなのに、しつこい、すぐ根に持つ、などと男性から思われてしまうのです。一方で、細かいことを言わずにいる男性は、単純に細かいことを忘れているだけであって、応用なわけではありません。女性が男性の嘘を見抜くのが得意なのは、間違いを発見する機能が脳に備わっているから。人間の脳にはエラーディテクションという機能が備わっています。エラーディテクションは間違いを発見する能力です。この能力にはかなりの男女差があり、女性の方が勝っていることが分かっています。女性は整合性がつかないこと、小さな矛盾、これらを見逃さない生き物なのです。例えばこんな感じです。A 君のアパートを初めて訪れた B さんは A 君らしくないおしゃれなマグカップを見つけて聞きました。何これ？誰かからのプレゼント？バカ言うなよ。パチンコの景品でもらったんだよ。その場をうまく収めたつもりの A 君は自分の言ったことはすっかり忘れてしまい、翌月にはこのカップ高かったんだよね、などとポロリ。B さんは A 君の発言の整合性のなさに、この人、嘘をついている、と思うのです。これをもって男性は、女って細かい、怖え、などと言うわけですが、女性からすれば、あなたたちがいい加減すぎ、なのです。恋愛ベタな女性は、
知能が高い傾向にあり、気になる異性と会うときは少し頭のネジを緩めておくくらいでいい。私、本気で人を好きになれないんです。恋愛スキル、むちゃくちゃ低いんです。こんな女性が増えています。まず最初に確認しておきたいのは、一口に人を好きになれないと言っても、恋愛ができないのと人を愛せないのとは違います。大抵の場合、前者の恋愛ができないというケースです。実は、こういう人は知能が高い傾向にあります。知能の高さの指標になる脳の前頭前皮質の前頭前野という部分があるのですが、ここがこの人と付き合ってもいいことないかも、などと考えを巡らせ、恋愛に発展することにブレーキをかけてしまうのです。こういう人は気になる人と会うときには、あえてお酒を飲んだりして、前頭前野の働きを鈍くしておくことをお勧めします。恋愛には、ちょっと頭のネジを緩めておくくらいがちょうどいいのです。この世で患者数が最も多いのは依存症という脳の病気。私たちの脳には報酬系という回路があります。そこではご褒美を感じ取ってドーパミンという物質を放出し、私たちに大きな快楽を与えてくれます。仕事は大変だったけど、たくさんボーナスがもらえて嬉しい。お客さんに感謝してもらえてよかった。こういう報酬が得られるから、私たちは頑張れるのです。この脳のシステムが正しく稼働していれば問題はないのですが、時々本来とは違う方法でご褒美だけを求めてしまうことがあります。酔っ払った時の心地よさを求めて朝からお酒を飲んでしまうアルコール依存。愛しているの一言を求めて相手の言うがままに動いてしまう恋愛依存。どれもドーパミンの抑制が効かなくなった状態です。買い物依存、仕事依存など、今、依存症の患者が激増しています。複雑化した現代社会において、誰でもかかりうる病。あなたも例外とは言えません。面倒なことは5分だけと思って始めるに限る。すると脳が騙されて30分は続くから。ああ、やらなきゃ。でもめんどくさい。仕事でも家事でも勉強でもやる気が起きずに苦しんでいる人は多いでしょう。こういう状態に陥りやすい人は最初からたくさんやろうとしすぎる傾向があります。今日は8時間法律の勉強に集中するぞ。この仕事全部やっつけてしまおう。こんな風に張り切ってしまうと脳は大変そうと思ってなかなか動いてくれません。そこで5分だけ集中してみようと考えてください。5分だけ集中するつもりでやってみると脳は騙され乗せられてそのまま結構長い時間続けることができたりします。嫌うべきは相手ではなく相手の行動。人間は感情の生き物です。仕事関係なら何とか抑えることはできても、プライベートな相手にはつい感情的に接してしまいます。あなたのそういうところが嫌なのよ。だらしなさすぎ。いちいちうるさいな。しつこいんだよ。こんな風にお互いの人格を責めては傷つけ合います。でも、これは最悪の方法で、人格について言及しているから、いつまで経っても問題は収束しないのです。改めて欲しいところがあったら、その行動を指摘しましょう。約束の時間に遅れること、
トイレの後に手を洗わないこと、すぐに人の悪口を言うこと、いろいろあるでしょうが、その行動をやめてもらえばいいのであって、その行動をとっているあなたについて非難するのはなしにしましょう。